皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、共同通信の記事です。安倍晋三首相が国連での演説を申し込んだのですが、国連側にそれを断られたという記事です。この記事が報じられた後、共同通信以外の報道機関がこれに追随するといった動きは全くありませんでした。そして菅官房長官がこの記事は全く事実ではないというふうにして否定しています。今回はこの記事について少し考えてみましょう。それではニュース記事をどうぞ。安倍首相国連演説を断られる。9月の気候行動サミット。深刻さを増す地球温暖化に対処するため、9月にアメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれた気候行動サミットで、日本政府が安倍晋三首相の演説を要望したが、国連側から断られていたことが28日分かった。二酸化炭素 CO2 の排出が特に多い石炭火力発電の推進方針が支障になったという主催者グテレス国連事務総長は開催に先立ち、美しい演説ではなく具体的な計画を用意するよう求めていた。複数の政府関係者が共同通信に明らかにした。日本は安倍首相が演説し、6月に議長を務めた G20 大阪サミットの結果を含めて報告したい意向を伝えて協議したが断られた。安倍総理の演説が国連側に断られたという共同通信の記事だったわけですが、これを菅官房長官は否定しています。国連気候サミット、安倍首相の演説断られた事実ない。菅官房長官は29日、閣議後の会見で、9月にアメリカの国連本部で開かれた気候行動サミットで、安倍晋三首相が国連側から演説参加を断られていたと報道されたことについて、事実関係を否定した。報道によると、石炭火力発電の推進方針が支障になり、国連側が演説を断ったという。官房長官は、国連側から発言要請があったが、日程の都合上参加できなかったと説明した。それでは気候行動サミットのあった9月23日、安倍総理は一体どのような行動をとっていたのでしょうか。まずツイッターで9月23日午前中の行動が明らかになっています。9月23日午前、今日は秋分の日、宮中に参拝し、秋季皇霊祭の儀、秋季神殿祭の儀に参列いたしました。令和という新たな時代を迎え、豊かな文化と伝統に満ちた国を作り上げてこられた先人に深く感謝の念を捧げるとともに、国家の安寧と皇室のますますのいやさかをお祈りいたしました。午前中、宮中に参拝した後、政府専用機でニューヨークへ移動します。産経新聞より、首相ニューヨークに到着、東京オリンピックへ IOC 会長と連携確認、国連 UHC 会合で感染症対策強化を訴え、安倍晋三首相は23日午後、政府専用機でアメリカ・ニューヨークに到着した。この後、国際オリンピック委員会のバッハ会長と面会し、来年の東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて、緊密に連携していくことを確認した。首相は、アメリカ・ニューヨークの国連本部で全ての人が経済的な困難を伴わず、保健医療サービスを受けられるユニバーサルヘルスカバレッジ UHC 推進に関するハイレベル会合に出席して演説し、エボラ出血熱など感染症対策への援助を強化する考えを示した。感染症について多くの人を犠牲にし、社会経済的損失を生んでいると指摘した。首相はヨルダンのアブドラ国王とも会談、隣国シリアからの難民を受け入れるヨルダンの負担軽減に協力する考えを伝え、外交、安全保障などの分野での戦略的な関係強化をめぐり意見交換するとみられる。お聞きしていただいたように、安倍晋三首相は午前中に宮中行事に参列していました。そこから政府専用機に乗って日本からニューヨークへ移動します。そのニューヨークに着いた後も様々な行事が詰め込まれていたのは明らかで、菅官房長官が言っていたように日程調整的に厳しいものがあったというのは事実でしょう。そしてこの当時のことを皆さんも思い出してください。当時、気候行動サミットといったものが注目されていたでしょうか？そうではありません。気候行動サミットが注目されたのは実際には開催される前ではなく後でした。その理由はグレタ少女が演説をしたからです。この少女の演説によって気候行動サミットが注目されたわけですが、開催前というのは
大して注目はされていませんでした。開催前に注目されていたのは、むしろ世界中の首脳が集まることによって、首脳会談が様々行われるということそれ自体が、まずは注目されていました。日本で言えば、トランプ大統領との会談や、もしくはムン・ジェイン大統領と会談を行うのかどうかといったところの方がむしろ注目度ははるかに高かったのです。それに、当時環境大臣に就任したばかりの小泉進次郎議員が、このニューヨーク入りしており、安倍晋三首相が熱望して、この気候行動サミットで演説しようというふうに考えていたとはちょっと考えられません。演説をするのであれば、むしろ小泉進次郎議員の番だったのではないでしょうか。そういった意味において、この共同通信の記事というのは、かなりうさんくさいなという感じがあります。また、最近の共同通信のニュースということで考えてみると、つい先月1ヶ月前にも同じようにして、この記事はかなり疑わしいなというものがありました。それは日韓両政府が合意して、元徴用工問題に関する経済協力基金を設立することで検討に入ったというニュースが流れたことです。皆さんもご存知のように現在日韓両政府が元徴用工問題に関して経済協力基金を作るといった話は全く具体的にはなっていません。そもそも日本側は徴用工問題に関しては日本が何かをするのではなく、ムン・ジェイン大統領が本来であれば国内問題として解決しなければならないという態度を現在もなお堅持しています。ですから1ヶ月前に日韓両政府が合意して経済協力基金を作ることによって元徴用工問題を解決しようなどということは全く事実としては存在していないのです。現在ではこの記事は完全なフェイクニュースであるということが確定している状態です。このようにフェイクニュースを出した直後に、また今回のようにその事実内容について疑問がある記事を出した共同通信というのはかなり問題ありです。もはや何らかの意図があってこのようなフェイクニュースを流しているのではないかというふうに考えざるを得ません。元徴用工問題に関するフェイクニュースといえば、これはあちらの国の政府、ムン・ジェイン政権側からの工作に乗ったということが考えられます。そして今回の国連における安倍晋三首相が断られたんだよというのは、安倍政権を批判する意図があったのではないかというふうにすら考えられます。もちろん実際に安倍晋三首相が演説を求めたが断られたという可能性がないわけではありません。ですがそのようなことが事実としてあるならば、なぜ共同通信以外の会社がこの情報についての記事を作らないのでしょうか。読売新聞でも朝日新聞でも毎日新聞でも、そして産経新聞でも同じようにして取材をすれば同じような結果として記事ができてくるはずです。ところが実際はどうでしょうか。この共同通信以外では一切同じような記事は出てきません。菅官房長官が否定した後というのは、むしろこの問題については全く存在していなかったかのように、どんどんと物事は進んでいます。そして共同通信は、この記事について相変わらずのように謝罪もしませんし、また、この記事を撤回もしていません。インターネット上にはこれ本当はどうだったんだろうかという疑問を持った人だけが残る形となり、言ったもの勝ちといったような形になっています。政権批判でおなじみの朝日新聞もそうですが、これに共同通信も参画するというのであれば、日本の報道機関の劣化というものが非常に著しく進んでいることの証拠でしょう。そしてこのような報道機関が存在すれば、いわゆる情報弱者と呼ばれる人たちが扇動されて、世論が誘導されてしまうという問題が発生します。まず第一印象として、安倍晋三首相は非常に国際的な恥をかいたんだなというふうにした印象だけを持ってしまう人たちが、その後本当になのかなということを検証しなければ、その印象というのはずっと残ります。そうなってしまえば、この記事を書いた記者の大勝利です。こういった疑わしい記事が出た後に、しっかりとフェイクニュースかどうか検証して、報道機関同士が監視を行い、A 氏が流した記事について B 氏がこの記事についてはフェイクニュースだという指摘をするような内部による浄化作用というものが本来は求められるべきではないでしょうか。今回は共同通信の流した記事なのですから、その他の報道機関が今回のことが本当にあったのかなかったのか、そして記事の撤回がないのであれば、記事の撤回を求めるような検証記事を出すのが一つの指示ではないでしょうか。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをよろしくお願いします。
それではチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。